しまった。音声が出てないです。すいません。出てますかね、これで。やばい。どうでしょうか。すいません。僕ちょっともしかしたら、ポカやってるかもしれないです。大丈夫ですかね。いやー、いかん。やっぱり漏れちゃいますね。はい。で、木曜日、そうですね。ちょっと、体調を崩して、頭がなかなかはい、振るわなかったので、ちょっとお休みさせていただきました。だいぶ寝てました。で、まあ、初めてかな。この4日ぐらいライブをやらなかったっていうか、まあ、この2ヶ月ぐらい結構頻繁にライブやってたので、だいぶ、自分としてはいい感じだったんですけど、はい。本当にご迷惑をおかけしました。で、喋ることも結構いっぱいあるんですけど、頭が回らないので、もしかしたら、いっぱい喋れないかもしれないんですけどね。はい。今日もね、いろいろ話していきたいなと思います。盛りだくさん考えてはいるんですけど、お願いいたします。で、今ちょうど僕の方は週末今日もそうなんですけど、高校生の期末対策みたいな感じでちょこちょこ、例えば、科学基礎か。数学も教えるんですけど、たまに、トイザさんどうもありがとうございます。はい。ありがとうございます。そうです。ちょっとね、はい。頭がバカになっちゃいました。最初ね、オミクロンかなと思いました。やっぱり僕子供たちと結構接していて、中学生とかもね、濃厚接触者とかバンバンいるわけですよ。そういう環境の中で、いるので、いつその自分もオミクロンになってもおかしくない状況かなと思いながらだったので、ちょっとこう、熱がちょっと出た時は、行っちゃったかなと思ったんですけど、多分もうだいぶいいので、あれもうちょっと多分かかるはずなので、もう多分大丈夫じゃないかなと思ってます。でも今日、そうですね、ちょっと昼寝長くしましたけどね。そんなような状況ですね。はい。ご迷惑をおかけしました。それで期末テスト対策をちょっとやって、今日科学基礎だったんですけど、科学基礎ちょっとやってくれって言って。で、化学基礎の、中和反応とか、酸化還元反応っていうところをやってきて、なんかね、ちょっと自分がやっぱトレードしてる関係で、まあ、酸化と還元ってこう表裏一体みたいなとこあるんですけど、どうも、東雲さんどうも、お疲れ様です。今日すいません、助けてくださいね。多分あんまりうまく話せないかもしれないので、はい。今日まだ頭が回ってないので、皆さんにどれだけこう、勉強したことを伝えられるかわからないので、ちょっと助けていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。で、その酸化還元反応のことを言ったときに、なんかトレードと似てるなって思ったんですよ。まあ、どんなこともそうなんです。例えば酸化還元反応って、片方が酸化したら、片方が還元されるじゃないですか。ただ、まあ、需要と供給じゃないんですけど、ある物事が起きた時には、ある物事は、こう、まあ、増えてるものがあれば減ってるものもある。で、中和もそうですよね。もともと中性だったものが、例えば化学反応によって、酸性とアルカリ性、塩基に変わってくっていうこともそうなんですけど、一つのものがあることで、もう片方のものが、こう、表裏一体で変わってく。で、トレードも、需給も、そういったパワーバランスとかもね、あるなっていう感じはしてるんですね。で、特に、まあ、アメリカの株とかはずっと上がり続け、需給の関係っていう感じじゃないかもしれないんですけど、トレードに関してっていうのは、割とその需要と供給のバランスっていうのがあって、で、例えば、まあ、今日お話しする中で、そのコモディティとかも、需要と供給のやっぱバランスっていうのがあるじゃないですか。なんで、酸化還元のちょっと勉強しながらね、ふと、
まあでもトレードもそういうのあるよな。例えばドル円とかもそうかもしれないですよね。ああいうパワーバランスっていうか、円とドルのパワーバランスとか、そういうのを考えながらね、ちょっと今日勉強を教えたりしました。うん。まあ、あと、参加還元のちょっと話は、本当はヤフー出そうと思ったんですけど、やめました。いっぱい今日タブがあるので、入らなかったのでやめました。はい。はい。まあ、ちょっと今日イントロで今日ひろゆきさんが出してるんですけども、まあ、僕もTikTok とかでよくやっぱ切り抜きとか、よく出てくるので、ひろゆきさんの。やっぱ彼の言っていることっていうのは、彼が僕いいなと思ってるのは、彼は、なんていうのかな、丁寧な言葉を使うんですよ。どんな人に対しても。でも、丁寧な言葉を使いながら、なんか、言い回しが、きついっていうか、そういう感じですよね。まあ、僕もちょっと丁寧な言葉使うのはすごく意識してるんですけども、で、丁寧な言葉使いながら、もしかしたら、奇抜なこと言ってるかもしれませんけど、そこがね、まあ、共感するところというか、で、その中で、今日このひろきが語る、学校の先生に期待することが間違いっていう言い方ですね。まあ、この言い回しもいいと思うんですけど、本当にね、思うんですよ。日本の学校教育に期待してはいけないって僕思います。はい。本当思いますね。で、なんか小学校、中学校まではいいんですけど、それからかな。学ぶことっていうのは、なんていうのかな。みんな、なんか、何のために学校行くかって大体なんとなし分かってると思うんですけど、仲間がいたりとか、そういうこう、ちょっとしたちっちゃい集団の中で、いろんなものを見て、まあ塾とかもそうなんですけど、その子たちが今何をやってるかっていうのを見ていきながら育っていくっていうことで、そういう、同じ年齢の子たちがいて、そういう子たちが、まあ、勉強もそうですけど、いろんなものを見て学んで、で、まあ、なんていうのかな、行くっていうか、特にこれ期待しちゃいけないっていうのは多分勉強面だと思うんですけど、勉強面とかの場合っていうのは、やっぱり、なんていうのかな、生かされているっていうか、学校に行っとけば、いい大学に行けるっていうのはもう絶対違うと思うし、はい。まあ不十分なんですよね。うん。まあこれは多分みんな分かってることだろうなと思ってるんですね。ここに書いてありますね。学校は勉強だけでなく友達作りや、まあ、上層教育を行う場であると考える人もいますが、学校行かなくても友達作りできますし、はい。部活を、地域のクラブ活動も代用できますと。はい。ということが書いてありますね。なので、まあ、今って、なんていうかな、ここ次にもあるんですけど、これ出るかな？次のページ出ますか？学校の先生のいい先生、悪い先生っていうのも、あんまりこう、なんていうのかな、ないっていうか、はい。で、いい先生、悪い先生っていうより、どっちかっていうと、もう今学校の先生もやることが多すぎちゃって、そもそも、もう、なんていうか、管理することだけでも手一杯だと思うんですよね。うん。だから、学校でその勉強とかいろんなものを聞くっていうよりも、もう、なんていうかな、もう二極化してると思うんですよ。完全に。できることできない子が。できない子は何を、聞いても受け身になってればできないし、やりたいと思うことだったら学校でもそうだし、いろんな習い事でもそうだし、自分が興味のあること、どんどん進んでやっていくだろうし。で、なので、そこに、まあ、例えば教員っていうのの良し悪しとかってもう、なんていうかな、いい先生育てるとか、そういう形じゃなくて、もう先生の役割っていうのが、もう変わっていかないとダメな気はしますね。うん。先生も言えないじゃないですか。私、勉強教えるのが下手だから、つって。
言えないと思うんですよね。だけど、自分でやっぱりダメな先生ってなかなか言えないんですよね。はい。うん。で、そういう仕組みもないし。で、先生、例えば30年だって頑張っていけば、30年間ずっと一緒っていうかその50歳、60歳になっても、ベテランになっていけば多少いいかもしれないですけど、でも、やっぱりその、ベテランになっていけばなっていくほど、また、経験が、こう、あざとなって、会社でもそうだと思うんですけど、上司が、経験があざとなって、これをやった方がいい、やらない方がいいっていう判断材料とかも、会社の上司とかも、こう、結局、その、固定概念とかが、こう、多くなっちゃって、で、固定概念が多い場合だと、やっぱり良くないこともあるじゃないですか。うん。新しいことを学ぶっていうことを、先生がじゃあずっとできているかっていうとそうでもないかもしれない。と思うと、やっぱり、この学校に期待するっていうのはやっぱ僕も教育側でいても難しいなと思うんですよ。だから、ちょっとお金はかかるかもしれないですけど、いろんなそのスポーツであったり、子供たちにはその、なんかこう、そういう興味のあることっていうのを何かっていうのをしっかり見て、で、小さい組織っていうかちっちゃい地域でいいので、そういうところになんかやりたいものとかをどんどん、やらせてあげれた方がね、いいなと思いますね。うん、まあ、ボランティア活動とかもいいし、なんかこう、なんて言うんでしょう。ボーイスカウトとかそういったものもいいと思いますしね。そういったこととかにどんどん体験してって、そういった集団の中で、例えばボクシングとかでもいいと思うんですよね。はい。スポーツ系でも本当いいと思いますね。うん、そういったことを使って、で、学校と地域と、そういったもので、まあ子供たちとこう、育てていけたらいいなって本当に思いますね。はい。まあコロナでなかなかそういうところは難しいかもしれないですけど、まあ、こう学校を期待することは間違いっていうのも本当に一時あるなと感じました。はい。またいつも教育関係でずっと言っていますけども、それでは今日の本題の方ね、行きたいと思います。今日の本題ですけども、今日はですね、まず金曜日、土曜日なので、1週間の振り返りをちょっとさせてもらって、それから、アメリカの来週の株価についてちょっと話をさせてもらって、で、それから、コモディティ、木曜日できなかったので、コモディティの話をさせてもらって、で、その後、ブルベア商品のことも話していきたいと思うんですけど、ちょっと喉がね、どうなるかわからないので、一応、できる範囲まで。で、多分、とんでもないことも、もし、言ってたら、突っ込んでくださいね。本当に、間違ってることも、トレードのこと言ってるかもしれないので、自分もバイアスがかからないようにしたいなと思うんですけど、やっぱり得意なもの、苦手なものっていうのもあるもんですから、やっぱりエネルギー系はちょっと苦手なところもあるしっていうのも話しちゃうかもしれませんのでね、よろしくお願いします。はい。それではですね、今週の振り返りからちょっと参りたいと思いますけども、まずですね、これ CFD だな、こっちからいきますね。金曜日の終値ですけども、ダウ、ナスダックのこれ、どうですこれ、もうちょっとびっくりしましたわ。最後。何が起こったんですかね。ファンダメンタルもあんまり詳しく知らないので、雇用統計かなんかだったのかなですかね、これ。あと、木曜日はCPI かなんか、ありましたよね。これは、ナスダックはなんでここまで落としたか、ちょっと理由は僕分かってないです。半導体と同様なので、半導体が落ちてるっていうことだと思うんですけどね。はい。まあ、ダウと、SP500 も連れ下げみたいな状態で引けました。はい。10年国債はでも下がってますので、一回ね、2まで行っちゃったんでびっくりしましたけど、1.9 にまた収まって、また戻ってきた感じですね。はい。次行きますね。中国は変わらず、香港は落としましたけど、金曜日ですね、これ、変わらず。韓国と台湾は
まあこれはまあ変わってないですね。あんまり。ちょっとこっち上に行って。で、ヨーロッパはね、ちょっと変わってるなと思うのは、やっぱりイギリスとその他って感じになってますね。イギリスは確かこれ最高値だと思います。また、あとチャート見ますけども。はい。他の、ドイツとか、まあ、ユーロ圏は、ボラティリティが高い状態になってますね。はい。インドが下げてます。ちょっと、また後で見ますけど、危険というか、僕としては買い場が来るかなっていう感じ。16,600 あたりが買い場なので、と見てます。CPI はやっぱりそうですよね。その関係なのかな。はい。なんか、因果関係がよくわかってないんですけど。はい。フィリピンがズドーンと落としました。日曜日にまた世界の ETF 話したいと思います。それから、コモディティですね。この珍しい、今日また後半行きますけど、ゴールドがもう水準越しましたね。自分が見ていた水準を一回顔出しました。越しました。シルバーはまあボラティリティが高い状態。まあでもある領域まで行っていると思います。プラチナパラジウムも高いとこですけど、銅だけ落としてます。珍しい。銅だけ一つで、これはなんでしょうね。銅だけ落としてるのは。オーストラリア？中国？何か関係、ロシア？関係あるんですかね、ここは。でも、明らかにこの原油の上がり方も、これロシア、ウクライナ関係ある気がします。ちょっと動きがおかしいんですよね。これ天然ガスもやっぱ、昨日は、金曜日はまあまあ、沈んでましたけど、その前までがすごく動きが変でしたね。はい。ということがあるかと思います。続いて、ソフトコモディティが、これ、昨日は、金曜日は下がってますけど、まだ位置は高いです。大豆もコーンも高いと思います。この位置は。また、チャート見れますけど、小麦も高いです。これ、1日だとこうですけど、全部高いと思います。これ、ハードコモディティ、ソフトコモディティともに高い位置にあります。はい。んで、これ先にこっち飛んでもいいかな。プーチン出てきましたけど、あれ、どうなんですかね。これさっきもちょっと読んでたんですけど、この記事が、ロシアと、ウクライナの侵攻による嘘情報拡散と非難って言うんですよ。要はプーチンが、お前らウクライナ侵攻するぞって、嘘つくんじゃないよって言ってるんですよね、これ。ここにちょっと読みますけど、ロシアの外務省は11日、欧米諸国がロシアによるウクライナ侵攻の可能性をめぐり、大規模な嘘情報キャンペーンを展開していると非難した。ね。自分たちの攻撃的な行動から注意をそらす狙いがあるとしている。と言ってるんですけど、これ一体ちょっとこの週末ぐらい、このウクライナとロシアの情報がどっちなのかがさっぱりわからないっていうか、はい。わかんないですね。で、だからこれで、コモディティとか原油もそうですけど、最近コモディティは基本的には上昇トレンドっていうか、需給の関係もあってあれですけど、原油とか天然ガスとかは、もうこのお話で、ヨーロッパがどうするかですね。ヨーロッパがロシアから天然ガスとかもらえなければ、中国のペトロチャイナとかいろんなところから供給できるよっていう話がね、たりとか。ニュースではガソリンが高いって騒いでいますが、さらに1レンジ上がったのは知らなかったでしょうね。そうなんですね。はいはい。1レンジ上がったのはそうですね。なんかね、
原油はね、今の上がり方っていうのはね、この話もね、やっぱ不安定になると、需要と供給のバランスでね、コモディティは余計上がる気はしますね。はい。やっぱりロシアの発言だけで大きいと思います。で、トレードされてる方は、短期のトレードはもう本当にたまったもんじゃないと思いますね。はい。上がるか下がるか、この人の動きによって全然変わってきちゃうってことはあるかなと思います。ただ、もうちょっと長期で見ると上昇トレンドだなっていうのは見えるけど、短期間でやるのは本当に今難しいと思いますね。まるでなんかアメリカの個別株の決算みたいな感じですね。決算の前後で今やっちゃうと、ボラティリティが高いので、決算が終わった後じゃないと、なんかこう、なかなか突っ込みにくい。そんな気はします。なので本当にこの、まあなんか、ファンダメンタルで一喜一憂するのも嫌だなって思っちゃいますね。正直。はい。だから、あんまりこれはまああるんだけど、情報にね、錯乱しないようにとか、今は、チャートの方を見て、上がったら上がった方向で行って、下がったら下がった方向に行くっていう方で、トレンドを見て考えるしかない。まあ、長期って言い方変ですけどね。長い目で見ないと、本当わかんないなと思いました。で、僕も今日、その長い目で見るような見方をしたいと思います。これを、あれですね。FX なんかやったらもう、すごいでしょうね。もうギャンブルになりそうですね。多く勝つ方とかもいらっしゃるかもしれないですけど、本当にね、怖いと思いますね。はい。はい。そうですね。ガソリンさっきありましたっけ？ガソリンこれだとどうでしたっけ？そうですね。このガソリンも、灯油も、ブレンドオイルも、ビーンって上がりましたもんね。4% ぐらい、パーンと上がりましたもんね。はい。そういう感じですね。はい。それではですね、そうですね。ここからじゃあ、今週の振り返りでチャートの方を見ていきたいと思いますね。はい。じゃあまずは、こちらがトレーディングビューのドルインデックスの冷やしになります。はい。ドルインデックスは今週は下げてきてちょっと戻したという、まあ、依然ね、ドルインデックス上昇トレンドにいますけど、もうコモディティ今これ関係ないっすね、なんか。本当はこのドルインデックスと、本当はですね、ドルインデックスとコモディティが逆相関する傾向があるって書いてるのにもかかわらず、上昇してる。でも、これ、ちょっと見方変えるとね、この11月から、これ書くといいか。このドルインデックスの見方を、こう見ますね。ここですね。実はドルインデックスのちょっと見方、これボックスで見るといいと思います。上昇トレンドって言ってるのは時間足がわかんないといけないんですけど、これ、今なんでこう出したかっていうと、この今ボックスを見ていただくと、ここ3ヶ月間です。3ヶ月間のドルインデックスは、実は上がったり下がったりしてると見た方がいいと思います。あんまり変わってないんですね。ただ、この逆相関するっていうのは、この6月から、これね、ここ6月です。去年の6月。6、7、8、9、10、11。ここは上がってるんですよね。これですね。この期間。この今の表した期間は上がってます。ただ、この11月からのドルインデックスはっていうと、95から96の間に、まあ、レンジをしている。ということは、これ逆相関っていうか、このドルに対しては、コモディティはあんまりもう関係ない。今実際上がってますよね。だから、今のコモディティはドルインデックスより需給の関係で上がってきたりしてると考えた方がいいと思います。はい。ちょっと時間足、これパッと見ると上昇トレンドですけど、実際にはこの2ヶ月間はレンジということで考えてください。
はい。こういうふうに出しておきますね。はい。それで、まあ、今、ちょっとナスダックからいきますね。はい。ナスダックが金曜日3% 最後下げたおかげでっていうか変ですけど、もうここが、なんていうのかな、ダブルになっちゃいましたね。一回下げて、ここまで来ましたね。この、ね、皆さんだいぶこう、厳しいなって言ってた1月の末の頃の水準に落とすんじゃないのっていうとこまで来ました。この今の水準が14,000、僕は14,000切っちゃったらちょっとめんどくさいなと思ってます。ここで止まって、ちょっとでも戻してくれたらね、まあ、ダブルボトムになってくれたらいいなとは思うんですけど、もしかしたらもう、このサポートラインとして考えれば、13,900あたりまでは落ちる可能性は持ってます。ここのサポートはされると思いますけどね。はい。今、ちょっと一回落とした状態。なんかいいきっかけがあればいいですけどね。はい。今、この状態になってます。で、今、じゃあ買い場かっていうと、正直まだ今、続落してるので、もう一回、来週見た方がいいと思います。ダブルになったら、この1万、今の4100、このあたりであったら、短期っていうか、1ヶ月ぐらい持つホルダーさんだったら買ってもいいかもしれませんけど、今は下げしているところなので、もうちょっと下げてくる可能性は持ってますということですね。ナスダックです。一番下げてきてますね。次行きますね。あれ？まあいいや、これいっちゃえ。S&P500 ですね。S&P500 はまだ下げが前回の10月の下げよりはまだキープしてます。4400。僕ちょうど4400っていうところは一つ上昇トレンドの付け根っていうことで、ここすごい強いサポートがあるので、今の4408っていうところはちょうどサポートに止まっているところです。まあ、ここで、アップルとかマイクロソフトとか時価総額が割と大きいものがストーンと落とすとまずいですけど、割とやっぱり S&P500 は、ナスダックに比べて分散されてますので、銘柄が。なので、全体的に落とさないと、この、今の4300を割ってこないと思います。はい。だから、アメリカ全体のその利上げに対する引き締めっていうものが来週以降もっと厳しいよっていう話があって、何かのセクターが、例えば決算でこけたり、でも大型株は大体終わっちゃったので、そんなに大こけするような、今回でね、ネットフリックスとか、メタとか、あと、ペイパルとかフィンテックみたいなものが次に、また後で紹介しますけど、ないと思うので、そんな大こけするようなのがあればズドンといきますけど、まあ、そこまでいかないかなと思います。ナスダックの方が怖いかなと思います。まあ、こればっかは本当わかんないですけど、今の決算だけだと何とも言えないし、ロシアが何にするかわかんないですけど、本当に。はい。もう戦争一発で本当にすぐ変わっちゃうのでね。はい。ダウですね。まあ見てわかるように3指数の中で一番、もう、トレンドラインこう見ていただくわかるんですけど、そんなに影響受けてません。1月の下旬の、これですね。明らかに3指数でもう違い分かりますよね、きっと。下げが少ないっていうのが。はい。と思います。まあじゃあ買い場かっていうと、もうちょっと下げてくる気はしますけどね。まあダウの銘柄また決算がちょっとあるので、
来週見てもらえたら、ちょっと上がり下がりがあって、再来週ぐらいからね、いい形になってくる可能性はありますね。はい。ディズニーが上がりましたね。はい。いい材料がいくつか出てきたかなと思ってます。今日はブルベア商品でまたダウのこともね、ちょっと比較したいなと思います。はい。じゃあ次ですね。日経ですね。どうですか皆さん。日経これ、今、やっぱり27,000、今これ日経の先物が26,945ですけど、これまたもう一段落としそうな感じはしますね。まあいい材料を最近聞かないっていうのもあるんですけど、はい。まあ僕の場合は日経は相変わらず売りと買いのこのレンジ、もうこれ書いちゃってもいいですね。もう日経は29,700から、これごめんなさい。これ違う。これ値幅のやつだった。これじゃないです。これ日付だ。これですね。ちょっと待ってくださいね。あれこれなんかうまく、もっとこっち行かないのか。行ったな。ここから、違うな。ここからでいいか。ここから。あれ違う。クリア。ゆっと。出して、ゆーっと出して、ちょっと今止めて、はい、こっち持ってきて、ここで、レジサポラインが出ちゃった。あれこの低い位置をどうやってやるんだ？こっか。はい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 。今何をやったかっていうと、日経のレンジ幅が見てって、これ今、上がですね、日経が29,800。はい。29,800。3万いってません。3万いってんのこの、ここ。2、3、4、5回いってますね。3万超え。で、下が26,600。ギリギリ。これがどれだけ続いたかっていうと441日なので、この今の面積見てもらうとわかるんですけども、このレンジ幅の中に440日いると考えてほしいです。はい。だからもうちょっと金と似てますけど、2万、3万近くなったらショートして、言い方ですよこれ。3万近くいったらショートして、2万6,600あたりいったらロングしてってやったら、大概このレンジにいるわけなので、売りと買いをここでやるっていう、去年もその前は違いますよ。その前は日経こんだけ上がってきましたよ。だけど、この1年っていうかは、もうずーっとここなかなかもう別に岸田さんが悪いわけじゃないですけど、抜けないです。ずっと。だから、トレードを、売り買い好きな人は日経は好きだと思います。FX とかやってる人は。今の日経、わかりやすいじゃないですか。この幅の中でやるわけです。はい。これ、だから、日経をカモとしてる人もいるかもしれませんけど、積み立てしてる人は最悪ですよね。はい。トピックスも。そう思います。なので、僕的には26,000、今900なので、26,000、まあ、ちょっと低めに行ってますけど、355いったらロングですね。はい。というふうに見てます。どういうふうにこれ、トレードされる。でも、日経やっぱちょっとこう、ボラが激しい時があるので、
疲れちゃうときは疲れちゃうので、やっぱ27,000近辺、27,000、8,000だとあんまり動かないですね。疲れちゃうというか、どっち行くかわかんないので。はい。26,000台か29,000台の時にどうするか決めたりしますね。はい。いつかなんか日本が何かね、総理大臣が変わる。これだってあれじゃないです。確か、ここ、ちょっと脱線していけないけど、この3万超えしたのって、確か選挙の岸田さんになるかならないかっていう時にこれ上がったんじゃなかったでした確か。期待があるのかみたいな。んで、岸田さんになった時、ハネムーンなんとかっていうのはなかったですよね、確か。バイデンさんの時とか、アメリカの大統領の時っていつもなんかこう、ハネムーンなんとかっていうのがありますよね。岸田氏の投資家支持率ってそんなあるんですか？ 3% ってそうなんですか？ 3% って最初の消費税じゃないですか。あれ違う、竹下登の時なんすかその投資家支持率って。でも、多分ですけど、日本人がそうであって、多分外国人でトレードしてる人は、日経トレードしてる人は、なんだ簡単じゃんと思ってるかもしれないですよ。だってこのレンジ幅でずっといるんですもん。私たちっていうか積み立てしてる人で最悪ですよ、日本は。もうどの企業やったって、本当に企業探さないと、個別株も大変じゃないですか。どうやって上がるかわかんないから。はい。でも日経ってなんか外国の投資家が多いっていうので、売ったり買ったりするのが好きな人は日経はいいかもしれないです。はい。僕はちょっと好きじゃないです。はい。というお話ですね。はい。ちょっと日経の分析ちょっと人と違うかもしれないです。すいません。はい。じゃあインドの方行きますね。インドがですね、会いたいとこまで来るかなと思って今ちょうどM の形をしているので、なんていうのかな、これ。ダブルボトムじゃなくてダブルトップっていうんですか？はい。もうちょっと落としてきたら、また買おうかなと思ってます。一応前、本当にこの16,000とこまで落としてくれて、18,300で本当に売れたので、短期間でしたけど、いいトレードができました。けどインドは本当は長期で持ちたいんですけど、なんかね、調子が良くないですね。はい。今ちょっとレンジになってきている感がありますけど、ちょっと下がってきて、本当はこの上昇トレンド乗ってほしいなと気持ちになってます。今ちょっと17,300なので、17,000切ったとこからちょっと注目しようかなと思ってます。日経の調査でしたっけ？そうなんですか？ちょっと僕はわからないですけど。はい。じゃあ次行きますよ。中国と香港ですね。中国が、ちょっと、上がっていくのかなと思って、この上海50はなかなかこう、一筋縄ではいかないですね。オリンピックでいいかなと思ったんだけど、これがなかなかどうしてうまくいかない。うん。まあ、なんかこう上がり方がどうも、これ多分アリババテンセントがまだ思ったほど、このハイテク企業が中国のハイテク企業は、僕はアメリカのハイテクと連動してないと思ってたんですけどね。金曜日テンセントまた下げたんですよ。他のもね、あんまり良くなくって、ちょっとグズグズしてるなっていう感じ。これ、オリンピック終わったらまためんどくさくなりそうで、買ってるんですけど、どうなんだろうっていう気になってきちゃいましたね。はい。ただ、香港の方は、まだ、上昇トレンドにちょっと乗っ
ているところがあるので、まだ香港の方は、銘柄的にはいいのかなっていう気はします。明日、中国、香港のやりますのでね、また個別銘柄見ていきたいとは思っております。はい。上がってるのは上がってました。はい。はい。これくらい、あと、ヨーロッパですね。はい。ヨーロッパがさっき言ったように、イギリスが、もう最高値、金曜日最高値来ましたね。7500、7600か。この時に、こんなに、じりじり上げるもんなんですね。すごいですね、イギリスは。ほんとびっくりしました。なのでもう本当にずっと上昇トレンドにいるなと思って買いたいなと思ってたんですけど、ここ1月の24日に7300でつけてから3週間でガガガーッと上がっちゃいました。あっという間にいっちゃいましたね。はい。政策がいいんでしょうかね。羨ましいです。日本もこういうようなチャートにいつなるんでしょうか。こういうチャートになるんでしょうか。日本は。はい。だから全然買えません。イギリス買いたいってずっと思ってるのに買えずじまいです。自分の中ではまだ7300まで待ちたいので、はい。いや、あんまりもうこれいっちゃうと、もう一段上げるかもしれないですけどね。はい。今まだこの状態です。で、それに引き換え、ドイツダックスは、ユーロと同じように、ボラティリティがめちゃくちゃ今高い状態になってます。はい。まあ、もともと金融、というか利上げの0.5% の影響がユーロとドイツにはあったと思うので、先にね、利上げの関係が受けたと思いますよ、これ。で、ドイツも針のように今15000ところ。で、ドイツはいつも15000ジャストぐらいのところが、一回、今ですよ。これもちょっとレンジ、ちょっとドイツもレンジなので、これ書きますね。ドイツもいつも持っていたのは、15000。ここですね。15000から16000。ここ。これが312日なの。ドイツダックスは実は15000から下が、上が16000まででほぼ9割ぐらいいます。この1000の幅の中に1年間いるので、緩い上昇トレンドは僕書いたんですけど、実はもうどっちつかずみたいな状態がドイツ今なっているので、いつも15000で買って16000あたりで売るみたいな状態にドイツはなってきています。この1年で。で、これ何かドイツも16000からコーンと抜ける材料がないと、ずっと日本と似てるというかレンジ形成している感じです。イギリスは80年ぶりの成長だそうです。確かに。そうですね。皆さん、そうですね。思いましたね。これチャート見るだけでも本当思いますね。あと、イギリスもオミクロンの政策に関しても、早かったですよね。マスク、取っていいというか、そういったこととか。ただ、ジョンソンさんちょっとハメ外しすぎた？なんか、パーティーやったかなんかで、解雇じゃない、なんか、弾劾する、なんかあるみたいですね。ちょっとニュース途中しか見てなかったですけど。はい。ジョンソンさん面白いね。いつもなんか寝癖みたいな格好してますけど。でも本当に、はい。EU に引っ張らねえんでよかったかもしれないですね。今思えば。はい。これがドイツの相場になってます。で、次がユーロなんですけど、ユーロはちょっとドイツとは違ってるのは、まだユーロは見ていただくと、この1年ぐらいは上昇トレンドには見えるんですけど、
それは前の話かもしれないので、この、またこれを出すと、ここか。ここですね。この期間もちょっと見ると、4時間足で見てますけど、ユーロも200日ぐらいは見方ですけど、上が4300、下が4000、この300の幅にいる状態かもしれない。これでユーロがこの今の状態で4300超えてきたら上昇トレンドだって言えるんですけど、なんかこのあたりからずっとこうボラティリティが高い状態でヨコヨコしてる状態ですね。ちょうど移動平均線、これ黄色見えますかね。4時間の200日の移動平均線がこうずーっと黄色がこう来て、だいぶこう緩やかになってきて止まりましたよね。この平均線も多分参考になるかなと思います。200日長期が追いついてきたので、はい。今200日移動平均線の下にいるので、はい。わかりやすいかもしれません。上昇トレンドからレンジ来て、ちょっと下降してるっていう感じも見えますよね。はい。4時間足のと、あと冷やしかなんかの200日は割といいかもしれないですね。はい。ジョンソンさんでも株価は上がる。確かに。それなんか前のあれじゃないですか。トランプさんでも株が上がるみたいな。2016年、17年あたりからの、トランプ政権のアメリカみたいですね。はい。日本と仲いいですからね。まあね、そうですね。日英同盟、懐かしいですけど。はい。全然話それますけど、僕あれです、イギリス人の友達がいまして、てかスコットランドって言った方がいいかな。あっちの、イギリスってイギリスの本土とあっちの北アイルランドっていうか島が一個、こっちのアイルランドの北米、北側の方にもうイギリスじゃないですか。で、そっちの方の子なんですけど、前になんだっけ、僕学習塾に長野県の方にいた時に、マネージャーっていう仕事をしていて、そのマネージャーの仕事の時に、あれなんですよ。英会話のマネージャーになって、英会話部門っていうのがあって、当時、小学校に英語を入れようかどうしようかっていう式に、小学校の、ECC ジュニアみたいな教室があるんですよね。で、その教室を作っていく中で、外国人の子を、入れて、で、日本人と外国人で英会話を教えるっていう教室だったんですよ。で、その時に、外国人の、先生を雇う時にマネージャーがいるっていうことで、当時もあんまり英語できなかったのに、もうマネージャーだからってことで、外国人の先生の、英語の先生の、労務管理もやってたんですよ。で、当時、その時にイギリスから来た、マット君っていう男の子がいて、24、5かな？ワーキングホリデーかなんかで来たのかな？大学生かなんかで。まあ、大変でしたよ。もう遊びたい放題の若者でですね、部屋の中はもうめちゃくちゃ汚くって、食べ物は何でもいいし、もう文化がもう全然違うから、その子だけでイギリスのこと語っちゃいけないと思うんですけど、もうイギリスのイメージがね、めちゃくちゃ悪いんですよ、僕。カナダはいいんですけどね。はい。もうね、この代わりね、なんていうのかな。そのすごいフレンドリーだったんで、マット君は、面白かったですけど、その当時、あとあれですね、やっぱり名古屋グランパスの、当時、その時、ゲイリー・リネカーっていう選手がいて、あれもイギリスの人、イングランドの選手だったかながすごい好きで、イギリス B 期だったんですよね。全然関係ないですけど、その当時、マット君と名古屋グランパスに行ったゲイリー・リネカーっていう選手がサッカーで好きだったっていう話。
すいません。全然関係ないですね。イギリスと仲がいいっていう話で。膨らみさ、膨らまねえ話。すいません。はい。それでですね、この米国の利回りについては、なんだ、2% までさっき上げたんですけど、まだ上昇トレンドにいますけど、まあ、2.5% まで行くんじゃないかと、一旦ね、1.9 まで下げましたよね。はい。まあでもこれ、本当にずっと、もう、ちょっと上昇トレンド角度変えてもいいかな。もうもう本当この状態で、もうこれでもいいかな。はい。もうこんな状態ですね。下落トレンド、もう無視してますよね。チャート無視してますね、下落を。利回りが。チャートが効かない。はい。っていう状態になっております。はい。それでは、すいません。こちらの方はそれくらいにしまして、来週の、注目の株価について、話をしていきたいなと思います。来週のアメリカの株価で注目して、金曜日、バーっとちょっとだけ言ってきますね。金曜日皆さんももう相場見たと思うんですけど、下がったのが最後、アップルが 3.59？ 違う。アマゾンだ。から、メタも結局 3.74 下げて219まで落ちたんですね。これはひどいですね。それからネットフリックスもツイッターも 3% 落として、ネットフリックスも全然うだうだしてますよね。400ぐらいで。からこの今出している NVIDIA が 7.26 で半導体ズドーンと落としました。からコインベースも 5% 落として、デルタコークも 3%、マイクロストラジーも 4%。エネルギーだけ上がったんですね、金曜日は。ハリバートンと、エクソンモービルが上がってました。自動車も下げてます。テスラが860まで行ったんですね。4.93 下げてますね。だから、これすごいですね。なんだっけ、洋服のギャップ 7.7 まで下げましたね。これはすごいと思います。もともとギャップはかなり下げてたはずなので、決算もあるかもしれないですけど、かなり洋服業界はやばいなって感じはします。まあ、フィンテックもやばいですけど。あと、どこかな？ハロー。どうも。今日12時、だいたいこの時間ですね。12時ぐらいですね。はい。ちょっと、喉が枯れてきましたけど、あと30分ぐらいは頑張ります。はい。モルガン・スタンレーはまだ、金融系はそこまで下げてませんね。アフラックも全然下げてないです。ファイザーもそんなに下げてないですね。上がってますね。でも、やっぱりダウ銘柄はそこまで下げてませんね。やっぱハイテク半導体がひどいですね。アドビが 4.25。通信系はそんなに下げませんでしたね。ベライゾンと下げてません。エネルギーシェブロンは上がってます。というぐらいですね。はい。ぐらいですね。はい。金曜日は個別株はこんな感じでしたね。はい。それで、決算が来週あって注目したいのが、NVIDIA が、あります。NVIDIA 金曜日ドカーンと下げてるので、これは皆さんはどう見るかです。今後の半導体を期待するか、どうするか。はい。決算を見て、ブイッと上がるかどうかですね。来週は、これが、NVIDIA が、予想は上げてます。はい。すごいですよ。この収益と、あるんですけども、右肩上がりです。NVIDIA。今回も予想 1.23 なので、これをもし予想より超えてきて、いいじゃねえかと未来を託せば
ハイテクはもしかしたらいいかもしれない。来週の NVIDIA は注目かなと思う。こんだけ落としてますしね。はい。上げてきてほしいですよ。じゃないと、もうナスダックが来週また落ちるのかってなると、本当にね、嫌ですよね。そのハイテクの中心というか、AMD とかもあるんですけどね、注目かなと思います。まず一つ、ハイテクのとこですね。ブロックはもう再来週かななりますけども、底抜け。もうすいません。ペイパルとブロックはもう底抜け状態で、はい、もう、どうしたらいいかって感じですね。倒産しないですよね、もう。株価はこうなってますけど、普通に大丈夫かと思うんですけどね。はい。あんな便利なフィンテックが、ここまで価値を落とすとは。収益別も悪くないのにな。ちょっと落としてますけどね。昨年が上がりすぎたんですかね。そんな気はします。まだもうちょい先ですね。それから、テスラは別にこれどっちでも良かったんですけど、コカ・コーラが見たかったので、コカ・コーラ良かったですね。木曜日、決算が終わって金曜日、下げたんですけど、そこまで1.78 か。悪くなかったはずなんですけどね、決算は。はい。でも多分、予想をかなり下げてたので、予想よりは上回ってますけど、四半期の売上、純利益ともにちょっと下げてるっていう状態なので、もう決算通りの動き方。ただ、今の他のものに比べ下げ止まっている。相変わらず高い位置だと思います。はい。まだ買えません。高いです。決算終わってからも高いです。ペプシは、その逆っていうか、ペプシもそんなに、決算の時下げたのかな、一回ドーンと。ちょっと見てもらうと、ドーンとってほどでもないですね。はい。そこまで下げてない。でもコカ・コーラに比べれば良くなかったかもしれないんですけど、でもそこまで下げてない。ただ、これ Q4 か。こっちか。これ出てるかな？そうですね。決算が、サプライズ予想よりこれ、両方とも収益も売上もクリアしてますもんね。はい。だからそこまで下げれないですね。これ P&G はどうでもいいです。ウォルマートですね。この日用雑貨と、あとバークシャハザウェイがもう近くあるかなという感じですね。ウォルマートあたりが、日用品が最近悪くないのに、ウォルマートは下げてきてるんですよね。なんでしょうかって感じです。ただ決算があって、決算の予想はいいので、はい。N 議員株ってイメージ。そうなんです。NVIDIA が議員株ってイメージがあるんですか。そうなんですね。議員株っていうのは議員さんが買ってる、ひいきしてる株ってことですかね。なるほど。で、このウォルマート自体は、ちょうどね、買い場かなと思ってるんですけど、決算があるので、ちょっとレンジになってますけど、待ちたいなと思います。で、決算の予想はいいです。はい。なので、様子を見て、ウォルマート、僕的には買いに行ってもいいかなと。最近は分散投資をしたくて、やっぱり日用品、コストコとか、ウォルマートとか、コカ・コーラとか、ダウの銘柄の、もうちょっと長期増配したりとか、これも別に、利回り 1.63 なので、ちょっと低いですけど、長期増配銘柄に分散したい思いがあります。やっぱハイテクだけで頼れないとこありますよね。これもウォルマートも一つそういう候補の中にありますね。で、はい。
おじいさんのバークシャ・ハザウェイが、決算があって、決算の予想が悪い。悪いっていうか、前よりは悪い。けど、どうなるかです。あ、そうなんですね。なるほど。まだ高いので、バークシャ・ハザウェイは。一回落としたとき、なんか、残念だったですけどね。はい。まあ、ちょっとこれ決算終わってから測定不能から測定できるようになってくるかなと思いますけど。はい。これ E は何？予想しか出てないんですね。はい。くらいかな？アメリカの来週、もうだいぶピーク越して日用品がちょっと出てくるぐらいかな。あ、まだコストコ、eBay がありますね。はい。ここも出てきますね。そろそろ。はい。コストコ買いたいなってずっと言ってて買えません。まだまだ買えません。はい。eBay が1.2、配当 1.23 ですね。予想はいいですね。eBay が下がってきているので、決算の様子見て考えたいです。ただ、テクニカル上はすごいテクニカル上は良くないですね、すごい。はい。もう、ピーク越したような、はい、形になってます。はい。アメリカの方はそれ、グルーポンが通信系がありますね。ここまだリスクリワード書いてません。AT&T とベライゾンとグルーポン。ここはなんか通信3兄弟じゃないですけど。はい。なんか本当に、よくわからない動きをしてます。はい。リスクリワードかけてませんけど。グルーポンですね。あと、ホームデポが日用品ですかね。2月22日にあります。これも、形としては eBay とちょっと似てて、なんか、上昇トレンドなのどうなのっていう感じがあって、ホームデポはどう見ていいか、微妙ですね、これは。はい。サポートラインがないので、テクニカル上だと330まで、もし330まで落として上がってきたら、ホームデポもいいと思うんですけど、もう一段、形としては落としてくるかもしれん。ここでも3損。ちょっとこう、本当テクニカル上で申し訳ないんですけど、ここもね、3損作ってんすよ。あんまり良くないんですよね。はい。なんかもう下げの形をしてるっていうだけなんですけど、いい材料があればですけど、売られやすい形してます。はい。はい。じゃあ、こんなところでいいですかね。来週は、で、火曜日に、アメリカの株は、詳しくやっていきたいなと思います。はい。ごめんなさい。あと1個あった。シスコ。ナスダックの何番目 ?10 番目かなんかかな。ガーファムプラス E の次の次があたりですかね。昔は強かったんですけどね、シスコも。今ちょっと落ち着いちゃってる感はありますけども。ここも、中配当ですけども、2月16日ですね。予想はちょっと高いです。もしかしたらシスコも見方によってですけど、まあでもシスコがこう上がってくれたら NVIDIA もそうですけど、嬉しいですけどね。はい。ナスダックとしてはいい材料かなと思います。ただ今、いい位置に、買う人はいい位置にいますけど、シスコ金曜日下げた？ちょっと下げてます。今週バーッと下げてますもんね。はい。まあこの2月16日終わった後で見ていったらどうかなと思います。あと、火曜日は決算が終わった後のやつもやっぱ当然見ていきたいですね。買いたいなと思うものもあるかもしれませんしね。金融株と、それから、なんだっけ。僕も、マイクロソフトあたりはどうしようかなと思ってます。あとは、日用品の関係もそうですね。はい。というぐらいですね。これスナップはたまたま出しただけです。スナップ、これすごかったですね。知ってます？なんか 20% 下げてあと 50% 上がったやつですね、これ。なんかすごかったですね。まあまあ、いいです。
はい。これで、来週の、まだ、僕の中の主な、アメリカの株の決算の関係でした。それでは、やっと特集の方行けますけど、コモディティのことについてお話をしたいと思います。そうですね。コモディティちゃっちゃっとやって、今日の特集の話をしていきたいと思いますね。ちゃっちゃってやるのは、コモディティはもう皆さん、先週もやったと思うんですけど、ご存知の通り、これドルインデックスさっきやったんですけど、原油も見ていただくとわかるように、これ4時間足で見てますよ。ずーっと上昇トレンドです。はい。短期で見れば、下がったり、上がったりしてるかもしれないですけど、長期で見れば上昇トレンド。まだ。ロシアがどう動くかによりますけど、100まで行くのかなって感じはします。もう僕ずっとこう86とかで待ってますけど、当分ロングでは買えないですね。はい。はい。これでも、原油とかやってらっしゃる方ってやっぱり短い時間足で やらないと話にならないですよね、きっと。だって、今入れないですもん、全然。こっちの北海原油もそうですね。北海原油もずーっと上昇トレンドです。北海原油は一回レジサポラインでチャンスはあったかもしれないです。僕これ87まで下げたんですけど、87.8 を2回つけたので、ひげつけてますので、ここもしかしたらチャンスだったかもしれないんですけど、こんななかなかチャンス、難しいですね。はい。とにかく、上げてます。だから、ショート打ちたい気持ちも多分中にはいらっしゃると思うんですよ。だけど、ショート打つにはまだ、この先端が、なんて言うんです？山を作ってない何か。はい。その下がるよっていうシグナルがないんですよね、まだ。だから、なんとも言えないんですよね。こういった、これだって下がってるよってシグナルじゃないですもん。はい。こういう、ね。右肩上がりになってますもんね。はい。ということで、なかなか今、ショートが打てない状態っていうか、かなと思います。だから、もしショートを打つ人はもっと1時間足とか短い時間でやる人はいるかもしれませんけど、それは本当に、なんて言うんですよ。かなり、敏感に、エネルギーは、もう、トレードが好きな人じゃないとやっちゃいかんと思う。僕も好きなんですけど、トレードが好きでも、値動きをチャカチャカ見なきゃいけないから嫌なんですよ。例えば、思いました。木曜日、具合が悪くなった時に、お花さん、どうも。スナップ爆笑。こんばんは、どうも。お花さん、すいません。木曜日来られたんですよね。ありがとうございます。すいませんでした。僕もちょっと具合が悪くて、はい。あれでした。申し訳なかったです。はい。そう、原油が、思いました。木曜日、なんだっけ、いつだっけ、じゃあ、コーンだ。ですね、ちょっとこれ、お見せしますね。コモディティはちょこちょこ見なきゃいけないなと思った、一つのきっかけっていうか、これGMO クリック証券の、天然ガスもそうですけど、あれコーンどこだ？コーンですね。これ、コーン。指値を指値っていうか売りの決済を入れといたんですよ。で、もう、木曜日かなんか約定されたんですね。で、結果良かったんですけど、その日、もう、
一日ほとんど、寝動き見れなかったんですよ。もうずっと寝てて。で、もし、僕、原油とか、コモディティの、レバレッジが高いやつをやってたら、多分ですけど、もう、寝れなくって、余計具合悪くなるかなと思いました。はい。で、まあ、これがいいことかどうかわからないですけど、待ってね、使い消す思考。そういうことか。全然ごめんなさい。今、この上の新興国ブル3倍の方見ちゃった。コーンはたまたま、買って、木曜日に一回プツッといったらしいんですよ。プチンと上に。で、さーっと下がったんですよね。で、これを見てたら、もう、とてもじゃないけど、やってない。で、僕、金曜日の朝に、と思って、コーンが約定されてると思って、よかったと思うんですけど、やっぱり、体調がいい状態でちょこちょこ見ないと、短期というか、その1日に数回見るようなトレードっていうのは、体に良くないし、やっちゃいけないなと思いますね。はい。僕多分原油とか、ショートっていうのは、もう相当、今回のこの天然ガス、ショートを打って成功したですけど、これね、5.5 で差し値入れて刺さったやつ、ここあったんですけど、もうこんな動きをしてるならもう明らかショートでしょと思うものも、これだってレバレッジをかなり証拠金えらい入れたんですよ。で、ロスカットを、ちょっとまた、コモディティの話で申し訳ないですけど、どれぐらいだったんだろうな。6.5 まで、こういうトレードしました。天然ガスのショートはね、5.5 で差し値入れて、これリスクリワードをね、確かね、6.5 まで持ってったんですよ。ロスカットラインを。これ逆だ。ごめんなさい。今思えば。相当安全に行きましたよ、これ。6.5。そうそう、最高値まで持ってったんです、ロスカットを。で、リワードを、ここか。4.3 ぐらいまでここかな？こんな感じでしたね。見えますかね？皆さんにはこうやってリスクリワード、ショート推奨のため非表示としてますけど、天然ガスも上がった時にもう 5.5 まで、当時どこで差し値入れたかな？ 5.3 ぐらいで差し値入れたのかな？このレジサポラインで、もし突き抜けるんだったらショートしようと思ったんですよ。5.3 で。で、これでもし下がってきたらもう僕はもうやらないでおこうと思って、で、5.5 で行って、じゃあ、差し値を入れて、で、6.5 までロスカットライン引いて、証拠金をこれ、2500円入れて、かける5倍にして、レバレッジを4倍にしました。たまたまですけど、これやる時でさえも、1日で何回も見ましたもん。どうなってるか。気になりますもん。はい。だから本当、大変です。と思いました。健康大事です。なんかやってますね。そうですね。本当に、ショートするのでもいいですか？エネルギーは、本当に高温でさえも大変なので、ぜひね、僕は健康上良くないとは思ってます。はい。だったらもっと、なんていうのかな。金の方がまだいい気はしますね。はい。金これ見ていただくとその次ですけど、僕はもうこれ、確かに今ちょっと金突き抜けてますよ、これ。書いてからこれ、木曜日に書いてから突き抜けやがったと思って、ここ。1834から1730
38までこうレンジでどっちかでロングしてショートすればいいんじゃないって言ったら、こういう時もありますよね。今これ、ここ、突き抜け嫌がりました。過去にも2回ぐらい、こうね、突き抜け状態がありますけど。はい。こういうのもありますよね。相場は当然 100% ではないですけど、このゾーンにいるのがもう 90% いるから、これでもいいんですけど、90% でも、ボリンジャーバンドのシグマ2でも、この突き抜けることもありますよね。って思いますけど。まあでも、これでもまだレバレッジを緩くすれば、原油とか天然ガスよりは緩やかっす。金はまだ。ボラテリティは。思います。はい。原油株を始めたので、原油を一番チェックしてます。今は様子見の株。なるほどね。はい。そうなんですね。はい。だから、できれば、たくさんの銘柄を見て、皆さんも、そうですけど、ボラテリティってあるじゃないですか。上がり下がりを。チャートを見て、で、例えば金と銀だったら、明らかに、金と銀ですよ。銀の方が値動きが荒いなーってこう見ると、で、これ向いてるか向いてないかっていうのは、やっぱあると思いますのでね。で、で、この数値も見ていただくと、これ 23.37 とかこの指数も、小さければ小さいほど当然このボラテリティが大きいので、だって天然ガスとかって4とか5とかじゃない、小数点第2位までやるじゃないですか。うん。なので、この指数とこの値動きと時間足を、このグラフの、チャートの形を見て、銀の方がちょっとこれ、リスクが大きいなとかね、そういうの知っていただくといいんじゃないかなって僕は思いますね。コモディティやる場合は、もう、得意不得意って絶対あると思うので、元気があるときは、エネルギーでちょこちょこ見てやってもいいと思います。うん。また、もっと言うと、元気があるうちは、ビットコインとか仮想通貨やってもいいかもしれません。はい。もっと元気がいいときは、アルトコインやってもいいかもしれません。もうでも、アルトコイン嫌ですね。はい。疲れます。一番疲れるのはアルトコインかもしれん。はい。今日ちょっと紹介しないですけど。アルトコインはね、はい。もっと疲れますね。あれなんですよ。ずるいんですよね。今はだいぶ日本の、規制されてますけど、バイナンスとかバイビットがちょっと前までレバレッジが50倍とかまで OK だったんですよ。で、アルトコインとか、仮想通貨をトレードするときに海外の取引所って、レバーで、なんつうの、棒グラフみたいなレバーで倍率をかけやすくしてるんですよ。で、そのメモリが1から100まであるんですよね。そうすると、レバレッジ10倍とかに引っ張るのも、すごい簡単にできちゃうんですよ。はい。だから1倍から100倍までかけると、人って自然にちょっとよく書くと、レバレッジ10倍でも20倍でもなんとかなるかなってやってると、レバレッジ高くしちゃうんですよね。うん。これやってる人じゃないとわかんないかもしんない。もうね、ちょっとね、先物とかで、本当はね、こうやって僕もこう、証拠金をたくさん入れてレバレッジを低くしましょうねって言ってるのに、ちょっと1年ぐらい前までは、バイナンスとかでやってると、レバレッジでちょっと10倍とか言って、1万円ぐらいもう儲かっちゃったとか言ってやってたんですよ。あれ健康な時かもしれない。もうでも、その1万円上がった理由なんて、アルトコインの1万円、儲かった理由なんてないんですよ。もう理由なんかない。運です。あんなの。いくらテクニカルやったって。はい。だからもう、確率は 60% ぐらいでちょっとテクニカルやれば、
上がる傾向とか下がる傾向とか見えますけど、でも、所詮 60% だったら当然負ける率もあるし、で、レバレッジかけ方間違えれば、4回成功したって1回のレバレッジをハイレバレッジにしたら全部証拠金なくなったりするじゃないですか。だから、やっぱり、レバレッジが高くなればなるほどギャンブルしていくわけだから、ちょっとね、思いましたね。健康な人じゃないと、若い子じゃないとダメかなとか思いました。で、知らない人もやります、それ。レバレッジの意味だって、儲かる方が高いからレバレッジやった方が低い証拠金で、高く儲かるっていうことで、冒険じゃないですけど、知識がない方もレバレッジ高めにやります。元気があるか知らないか、どっちかですね。はい。思いましたね。今日全然進まねえ。すいません。もしかしたら、ハイレバ商品今日やらないかもしんないです。わかる。なんでバイナンス US、そうか、バイナンス US やってましたもんね。今日コイン、仮想通貨ちょっと下がってましたよね。今、ちょっとあれかもしんない。これ、水準から落としそうなとこ来てますね。ビットコインとイーサリアムが。またかよって感じですね。ここ今の水準を落とすとまためんどくさいか。ちょっと今日レンジでしたよね、1日。めんどくさいですね、これ。はい。すいません。もしかすると今日ハイレバ商品できないかもしれないので、明日に順延するかもしれないです。意外に喋ることが多かった。というかもうなんか、俺元気っすね。なんか自分で思いました。よく1時間半週に4日も喋ってたわ。自分で言うなって話ですね、もう。はい。コモディティの紹介でもう終わっちゃいそうです。はい。今日ビットコインも全然できなかったので、もう本当にすいません。土曜日本当は、仮想通貨の日なのに全然できてないです。ここ最近ね。ジャスミンの紹介もしたかったのに。プラチナ。金属のプラチナは最近上がり下がりが激しくってレンジを形成してます。これはね、面白いです。どれぐらいレンジ形成してるかな ?1 ヶ月か。1ヶ月ですね。これは。でもプラチナ昔すごい下げてたので、はい。すごい下げてたので、今は、どうでしょう。上昇トレンドになるのかなっていう状態から揉み合ってる状態ですね。はい。ただ証拠金が高いのでね、プラチナパラジウムも多分証拠金高いと思います。これやるには。ちょっと、中級レベルかなと思います。プラチナパラジウム。パラジウムの方が値動きが激しいですね。はい。パラジウムの方は、でも、買い場、1964というところを来たら、今、この、日足で200日を下回ってきましたので、少しこの上昇トレンドに乗ってきてくれれば、パラジウムは面白いかもしれません。ただ、これもすごい需給の関係がパラジウムはあると思うので、はい。他の金銀プラチナとちょっと様子は違うかなと思います。それを感じるのが銅とかもそうですね。ハードコモディティの中でパラジウムと銅もちょっと違うなって気がします。次やれるかな。まだアルミニウムニッケですね。ここは取引高が少ないので、需給の関係でいきますけど、アルミニウムもまたいっちゃいましたよ、もう。全然届かないです、これ。はい。全然いっちゃいました。
もう買えないです。ニッケルも買えないです。これいつまで追っていけばいいのかなって思いますけど、下がってくるときあんのかな？はい。本当に思います。この2つはね、買い場を教えてほしいです。ニッケル、アルミニウムの買い場がわかる方教えてくださいって感じです。本当に。もう、これがね、あれなんですよ。取引高がまあまああって、で、証拠金が安ければ、もうちょっと、なんていうかな。ニッケルも、例えば、もうちょっと、ちょっと落としたとこで買いたいなとか思うんですけど、何せ高い。取引が少ない。うん。その代わり需要は高い。そういう感じがしますよね。はい。それではソフトコモディティに行きますね。あ、まだハードですね。銅ですね。銅は昨日めちゃくちゃ落として 3% 落としてるんですけど、これはなんか絶対需給の関係があると思います。ニュースがなんかあると思います。銅はね、たまに 3% ぐらい落とすんですよね。なので、銅を買う人は絶対証拠金が多くないと、ボラが高いと思います。しかも、そうですね。もしかしたらこれ、金、銀より高いかもしれないですね。銅は。ボラティリティが。指数も 4.57、4.30 ですもんね。天然ガスみたいな感じですね。あ、でも天然ガスほど暴れてないですね。天然ガス1日 10% とかありますもんね。さすがにそれはないか。はい。わかんないですけど、スポーンと落としてます。でも、上昇トレンドかな。ちょっと見ますね、これ。銅は。2ヶ月、じりじりと上がってるのかな。上昇トレンドには見えますけどね。はい。という状態です。では次ですね。木材、わからん木材。木材はわかりません。暴れまくってます。下がったと思ったらまたキューンと上がりました。もう、木材に詳しい人がいたらいいと思うんですけど、もうこれ、チャートが書けないような、わかんないですね。はい。あ、しめじさんごめんなさい。ありがとうございます。はい。おやすみなさい。まあ、ちょっとして終わりますね。僕も。はい。今日コモディティで終わります。はい。それで、木材はわからないと。わからないのを解説してる。ダンさんはたまに木材買えとか言うけど、高すぎます。木材買うんだったらナスダック買うわ。S&P 買うわ。はい。小麦。これソフトコモディティですけど、ボラティリティが今ちょうど出てるんですが、小麦だけわからないです。需給の関係で上昇トレンドかなと思いきや、小麦はレンジっぽいんですよね。はい。と思います。どれぐらいの幅か。小麦は、上が815、下が738。で、この幅に82日、3ヶ月おります。はい、3ヶ月います。前までは上昇トレンド、形成してたんですけど、ここへ来て、下落かなと思ったら上がったりとかしてるので、ほんとレンジ幅になっております。
なので、まあ上がってきたところで売って、下がってきたところで買うっていう、他の大豆とコーンとはちょっと様子が違うなっていうのは小麦は感じます。はい。という状態ですね。そうですね。これトウモロコシはもう書いてると思います。どれぐらいから、これ前やったのかな？上昇してるか。トウモロコシはここに書いてあるように、119日、4ヶ月間ずーっと上がりっぱなしです。はい。去年の10月から上がりっぱなしです。この間ちょっと下がったやつまた上がっちゃいました。はい。もう本当わかんないです。このトウモロコシどこまで上がるんでしょうね。下がってきた時に買いたいなと思っているんですけども、それだったら今書いてないけど、もしかしたら大豆の方が、まあこれ書けてないんですけど、ちょっとだけですよ。まだわかんないですけど、大豆の直近の動きが、ちょっとだけ、これがね、ちょっとでも下がる傾向が出たら面白いんですけど、はい。右肩に見えるかどうかですね、これが。来週です。来週、大豆が、需給の関係ちょっと安定して1560あたりまでで落としてきたら、下落トレンドが見えるのかなという状態です。わかんないな、ソフトコモディティは。はい。とにかく、なんかチャンスがあればいいなって思いますけどね。はい。あ、そういえば、なんですか。ちべちさん、藤井くん勝ちました。ありがとうございます。4連勝かなじゃあ。はいはい。レンジしてる銘柄が気が楽。確かにね。そうですね。はい。僕はモメンタム投資じゃないですけど、右肩上がりでつけた時に、レンジっていうか上昇トレンドの付け根をロングして、上に行ったら売るみたいなのが好きなので、こういうのは好きなんですけど、これ、大豆下がってきてくれないので全然、レンジ幅が全然ですね。ちょっとごめんなさい、これ、上昇トレンド、正しいのかな？ちょっと今、上昇トレンドに自分に不思議さを感じてしまった。いやーもう書けないっすね、これ。やっぱもうこんな風だもんな。しかもこれ下降トレンド本当にマジで当てになんないです、これ。本当にこれ、下降トレンドが当てになんない。下がってこない。なんか、上がって止まって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 ですもんね。はい。あれなんですね。冷凍コーンずっとないんですね。すごいですね。物流悪すぎ。冷凍コーンがないって相当ですね。はい。物流悪すぎなんですね。大豆もね、すごいですよね。あとなんかコーヒーももうなんか高いって言ってました。誰かが。値段が高すぎっつって言いましたね。下がんねえか。ダメか。ソフトコモディティまだずっと待つか。トレードができない。砂糖ですね。砂糖も上昇トレンドがずーっと続いてます。これってもうインフレなんですかね？完全に。これ、砂糖も、何ですかね？砂糖は一番、もうあれですよ。砂糖の価格、これで言うと、518日ロングで、上昇トレンドで、11.8 から20.2 倍ぐらいになってますね、これ。はい。もうほんと、はい。昨日も
4.7% ですね。むちゃくちゃですね。コモリティが高すぎです。はい。砂糖この野郎どころじゃないですよ、これ。で、コーヒーですけど、物流人が足りないんですね。なるほど。大型トラックが極端に減りました。そうなんですね。コーヒーも、いつからこれ、288日って書いてあるから、1年ぐらい、約1年。1年違うか。288日3で割ると9ヶ月もっとかな、ここから見ると。去年の4月か。4月から、148から263。1.5 倍ぐらいになって、81% ですもんね。2倍近くなってますね。コーヒーも。ソフトコモディティとんでもないですね。はい。という状態。だから本当に、僕 GMO クリック証券ベースに今やってるので、レバレッジ低くして。だから、コーンと大豆はレバレッジ低くできるので、安いとこで買えば、もしかしたらずっと上がり続けるのを待ちたい。でも、この間はちょっと、まさか650までコーンが飛び抜けると思わなかったので、利確になっちゃったんですけど、はい。本当はもっと待ちたかったですけどね。どこまで上がりっぱなしになるか見たかったんですけどね。はい。ヒューッといっちゃったもんね。ココアですね。これ最後ぐらいかな。はい。ココアは、ココアね、レンジだったんですよ。1年間ぐらい。金と一緒です。すごい似てます。ココアと金って絶対違うんですけど、上がね、2765から下が2373のこの1年間のレンジで、スキューンとココアが抜けちゃいました。初めて。1年ぐらい。違うね。566日だから、いつからこれ ?2020 年の8月か。この幅から飛び抜けましたね、ココアは。レンジだと思ってたのに。これでも飛び抜けても、じゃあここから突き抜けるかどうかはわからないですけど、でも多分収まってくる気はするんですけどね。でも物流の関係がココアも同じようにやばかったら、また上がっちゃうかもしれないですね。このレンジを突破するかもしれません。はい。とにかくソフトコモディティが特に激しい上昇になってるってことは確かですね。ラスト。ここはコットンとオレンジジュースですね。コットン見てください。もうこれ。もうチャートが上に行き過ぎちゃって。はい。上昇トレンドがこんなんです。これもうちょっとリスクリワードがおかしいですね。こんなとこで買えませんわ、もう。これ、すいません。ちょっともうこれ、あれです。非表示にします。これコットンマジでどこで買うの？ちょっといいですか？これちょっと自分の中で。ここ？久々ちょっと今、解説よりいやーもうすごいね。3段ぐらい上がっちゃった。マジで。コットンもう、コットンもう、最高値いきそうなので、こうか。すいません、今ちょっと勝手にトレードの
画面を変えちゃってます。トレードっていうかこのターゲットを変えちゃってます。ああ。これだけ修正。119.73。ああ、そうですか。119.73。7でいいや。で、リスクリワードが1対 8.6 だから、ロスカットラインはここなので、で、損切りラインが 113.72。113.7。それから利確が 131.05。31.05。2段ぐらい上がっちゃいました。こんな感じですね。これ過去にコットンはここまで上がったことあるのかな？ちょっと週足見ますね。ごめんなさい。今週足見ます。ありましたね。なんだここ。2011年に何ですかね、コットンがめちゃくちゃ上がった時期があるけど、それ以来ですね。もうサポートラインがあとない。ここにあるか。こんなとこサポートされてんのか？なんか一時期の原油見てるみたいで、原油もなんかこういう、今高値を拾っていかなきゃいけない状態ですもんね。コロナの水準突破してるから。はい。ちょっと未来ですけど、これどこにある？今のとこちょっと見ると、上にここか、140か。コットンは140のとこにサポートがあるけど、はあ、感じですね。はい、すいません。4時間新戻します。はい。ということで、コットン、名前がどっか行っちゃった。4時間新戻したら。すいません。チャカチャカしてて。はい。もう本当に続伸している状態であります。下がってくる形状が出てきたらいいんですけどって感じですね。はい。すいません。ちょっと、チャカチャカしてますけど。なんかずっと喋ってますね。すいません。僕ちょっと取り上げてなかったけど大丈夫ですか？大工さんのそうなんですね。大工さん、材料より一時的マシだけど、そうなんですね。なるほど。アメリカのインフレの状況はちょっとそうですね。はい。体感だと 7%。体感だと 7% なんてもんじゃない。はい。牛肉の値段を上げる。そう。これやろうと思ったんですよ。オレンジジュースの後、豚と牛もう上げ止まってるなっていう感じはチャートで見えました。今ちょっと待ってください。もうちょっと延長線で。オレンジジュース下がってきましたって言いたかったです。はい。オレンジジュースはなんかね、ちょっと突き抜け、ちょっとこれ、今見てください。これ。オレンジジュースいつだっけ？これ突き抜けたんですよ。めちゃくちゃ。1月27日にこれ。どうしちゃったのかなと思って。で、ちょっと落ち着いたんですね。で、そう。最後に、すいません。延長線になってますけど、これ、飼育士。これ違うか。牛と、豚。
ちょっとすいません。あんまりチャート書いてなかったんですけど、これ牛です。牛は、あんまり IG 証券しか書いてなくていけないんですけど、見てもらうと上昇トレンドなんですけど、止まってる感があります。こう見えますかね。ちょっと冷やしにしますね。あ、いかが。あ、ずらして。はい、これ、牛の冷やしです。そうですね。ちょっとここ、止まってる感があります。で、豚。実は赤身の豚肉は、面白いなと思ったのは、この赤身の豚は、ごめんなさい、冷やしにしますね、これ。もうちょっとわかりやすく。下落してて、逆三尊を書いてたので、面白いなと思って、この豚だけは、割と、安いっていうか、安い位置にあった。はい。夏場から下がってきて、で、高い位置ではない。牛はまあまあ高い位置で止まってて、豚はね、まあまあいいのかなっていう状態だったんですよ。上昇トレンドに乗りそうな形だなっていうのを感じました。はい。なるほど。でも、電気代がここに来て、すんごい上がった。あ、そうなんですね。アメリカの方がいらっしゃると、本当にコモディティとか実感できますね。はい。よかったです。電気代が、まあね。中国の、電気会社のロンユアンパワーって、僕ちょこちょこ、相場で明日解説しますけど、あれもね、ずっと上昇トレンドで、中国の電気会社もずっと上がってるんですよね。はい。そういう感じでしたね。はい。すいません。今日全然今の状況って買い場が見つからないっていうか、コモディティの上昇がすごくって、どこで買い場が見つかるんだろうっていうのを探ってる状態。で、アメリカも決算があってっていう感じであったんですけど、ただ、明日また話したいと思うんですけど、ちょっと今日用意しておいたんですけども、入れば商品。これに関してはもしかしたら面白いものも出てくるかもしれません。入れば商品の中では、特に、新興国の関係の、ショート。で、ここについてもちゃんと解説をしていきたいなと思います。今まであんまりショートやってこなかったんですけど、もうそろそろ、これはやっても、長期でショート見てもいいだろうと思うものっていうのはちゃんと解説をしていきたいなと思っております。で、これ GMO クリック証券なので IG 証券とかでもあれば、参考にしていただいたらいいかなと思うんですけども、はい。これですね。ロシアとか。あとダウの3倍ブルっていうのも、比較して検証していきたいなと思っています。このブルベア商品はちょっと時間がないので、明日、引き続きやっていきたいと思いますけどね。はい。ダンさんがよく進めてるんです。なるほど。どこ見ても買い場が難しいですね。はい、本当思います。はい。ということで、買い場が難しい中で明日は少し面白い商品を見て、ちょっと違った角度から、見ていきたい。だから今アメリカもコモディティも難しいんであれば、こういうブルベア商品であったり、それから中国、香港株とかのいいところがあるのかどうかとか、世界の株がどうなのかとか、あと、リートがどうなのかとか。ちょっとほんと週4日でやるものを週2日でやると無理なんですけど、いろんなものをね、ちょっと紹介していって、チャンスがどっかあるかな、これチャンスっていうより分散投資をするためにいろんな
ものを、チャートを見て考えていったらどうかなっていうことをちょっと提案していきたいなと思っております。とにかく今年はもう僕もあれですけど本当長期積み立てで S&P とナスダックで行けばあとは遊んでりゃいいやと思ってたんですけど、なかなかそういうわけにはいかないと。少しずつちょっとずつ銘柄入れて分散して高配当も見たりリートも見たり世界株見たりして、まあやっていかないといけないなって気はします。まあ、全部が全部ね、分散投資がいいっていうわけじゃないんですけどね。去年、一昨年みたいなわけにはいかないよってことだけはね、皆さんも分かっていると思うのでね、少しずつね、皆さんでこう勉強していけたらなと思いますね。はい。それでは、今日長くなりましたけど、ニュースをあとちょっとやって、終わりたいと思います。明日11時半。明日30分遅いので、またね、解説中心で行くと思いますけど、よろしくお願いいたします。はい。すいません。長い間、本当に今日ありがとうございます。復活したのかな俺。わかんないですけど、ちょっと喉が痛いですけど、まあでも明日も頑張っていきたいと思いますんでね。皆さんも長い間ありがとうございました。では、今日はこれで失礼いたします。おやすみなさい。失礼します。